船坂の村を歩く鹿児島県甑島列島の集落町並みを訪ねています。今回は2020年8月に完成した甑大橋を渡って中甑島と下甑島北部を歩きます。船坂の村を歩く甑島編、1日目はですね、後ろ上甑島を歩きました。今日はこの鹿の子大橋を渡りまして、ぐるっと後ろに見えます中甑島、そして甑大橋を渡って下甑島の北部、こちらの集落町並みを歩いていきたいと思います。ではよろしくお願いします。朝日が昇ってきた、中甑島です。小さい島です。中甑島はね、そこに平という集落がございます。集落の一番西側にあります恵比寿神社、ここからまっすぐ集落のメインストリートが伸びています。ここも低い石垣が盛られてますね。で、ここが漁港ですね。漁港。結構船が停泊しております。入り江に沿ってる道をぐるっと U の字型にね、集落があります。
綺麗に円弧を描いておりますね。このメインストリートからね、直行する通りに入っています。これがね、細くて面白いよ。下水だね、これね。漁村っぽいって言えば漁村っぽいな。薪を積んでらっしゃいますね。お風呂薪で炊いてんのか。いやー、疲れました。かなり今日はですね、精力的に歩いてますんでね、もうくたくたです。中甑島と下甑島を結ぶ甑大橋です。2020年の8月に完成しました。私がね、19年前に来た時にはまだこの橋もちろんできてなくて、船でね、上甑島から下甑島の方に渡りました。この橋ができてね、非常に便利になりましたね。こちらが中甑島の橋のたもとなんだけどね、トンネルから出ていきなり橋、そして下甑島側もトンネルにいきなり突っ込むという形で橋ができています。下甑島の一番北にあります鹿島集落にやってきました。下甑島って非常にね、南北に長いんですね。北部と南部の間はね、急峻な地形でありまして、土地もね、少ないんですよ。非常に細くなってるんですね。ですから村もですね、今は薩摩川内市に合併されているんですけど、もともとは北側、北部はですね鹿島村、南部は下甑村という2つの村に分かれておりました。定期船もですね、上甑村の里港、それから、ちょうど真ん中にあたるこの鹿島港、そして一番南にある長浜港ですね、この3カ所にね寄るようになっております。この高い防潮堤が築かれてますけどね、左手が埋め立て地で、集落町がこの防潮堤の上にあります。はい、それでは町の一番北側からね歩いていきましょう。少し湾曲した入り江に集落ができているわけですけどね、内陸の方にね広がってます。かなり広がっています。防潮堤があるんですが、内側にももう一枚ありますね。これは敷地の塀ということなんでしょうかね。防風ですね。やっぱりそうですね。石垣もありますね。この辺りも石垣がありますね。そっか。基本的に軒の高さまでが石垣の高さってことなんでしょうけど、町の南端まで来ましたけどね、ここに洋風近代建築があるぞ。鹿島住民センターだって。大正時代から昭和初期だな。どうやらね、昭和5年のようですね。
アールデコ町っていう説明が書いてありました。いいですね、こういう建物があるとね。そうかそうか、海岸線からね一つ入ったところがメインストリートですよね。こっち歩かなきゃいけなかった。今これは南から北に向かっております。店舗だったんですかね。モザイクタイルがあしらわれております。やっぱここがサスになってんだな、これ。サス状だ、ここもやっぱり。だから向こう行くとね、低くなってる。みんな作りが同じですね、集落のね。砂浜だからそうでしょうね、それはね。これ古そうだね。割と古い建物残ってるな。盲点でした。センターロードっていうか縦道だね。後で行きます。鹿島っていう名前からしてですね、新しい町っぽい感じがしてたんで、前回来た時はねスルーしてました。意外といいですね。漁村集落、漁師町。いや、家の戸数が多いわ。かなり漁業で栄えたんだろうな。道がトンと終わって右に折れております。これ終わりだね。はい、で今度は縦道のメインストリート行きます。この道は横のメインストリート。土地がね、高さが下がってってますね。ちょっとストップね。ここで後ろ側見てみようか。だからこの家並みが横道のメインストリートに面する家並みで、サスの一番高いところに立っているということですね。でそこから内陸側っていうのは、拡大していったのかな。ここにも5番の目のように道がありますね。ちょっと行ってみようか。いいね。これ車通れんのかな。軽自動車でギリギリ通れますけどね。どの家も車はないです。横道主体なんだな。で縦道があんまりない。メインの縦道があって、そこに直行する形で南北に横道が伸びていると。でそこに家が面しているという構成ですね。作りはやっぱ漁村ですよね。だけどなんとなくね、計画的に作られたのと息が合うね。これも横道。街割りはね整然としてますよ。平らだからねこうなるんですけどね。
て道。もう一回もうちょっと奥行ってみようか。縦道ね。すいませんね、横行ったり縦行ったりしてね。舗装が赤いんで、これメインですよって意味なんでしょうね。町を抜けました。そうしましたらね、ここに大きな建物がある。旧鹿島村の庁舎かな。そんでね、あっちに学校みたいなものが見えるし、そしてね、なんとね、こんなところに郵便局がある。普通海岸沿いの道にね、ありそうなものなんだけど、一番奥にあるという。車が入れないからでしょうね。はい、海の方に戻りましょう。このペンキがいいんでしょうね、この白いペンキ。いろんな色塗ってないんですよ。統一されてる感じがありますね。今日は2023年の12月29日。今年もあと2日で終わります。鹿島集落のすぐ南側にあります小牟田です。小さな集落ですが、歩いてみましょう。小牟田集落もやはり砂州の上ですね。砂州状の集落なんで、はい、これ今曲がるところが目抜き通り、横道の目抜き通りですけどね。この場所が一番高くなっていて、内陸側は低いですね。ここに郵便ポストとね、掲示板がありますからね。集落の中心なんでしょうね。小さい集落だけど、個数は結構ありますよ。これが縦道だと思うんだけど、入ってみようか。そんな深くないな、奥行きは。横道が2歩あるから3枚おろしですね。この道が海岸線から2本目の道で、この道が海岸線から1本目の道。海岸線には現在の県道が通ってますけどね。石垣ありますね。例によって、海側にはこの石垣とかブロック塀が続いています。暴風ですね。非常にシンプルなね、集落でしたが、なかなかね、この下甑島の北部っていうのはね、先ほど言いました鹿島以外ないんですよ。主だった集落がね。なのでね、今日行く集落はこれで終わりです。ただですね、集落跡っていうのがね、あるんですよ。そこへね、行ってみようかなと思います。寺家集落跡だって、大正12年に住み始めて、昭和30年頃には17戸を数えるほどの賑わいを見せていたですって。行ってみます？房総のね、素堀隧道を歩いている私としては、これぐらい大したことねえだろうって感じですよね。ガードレールがあったりするからね、道になってるんでしょうか。舗装されてるのかもしれないですけどね。これは無理だな。行けなくないんですけど、ち
とね、気持ちが折れています。気持ちが折れるんですよね。空き缶みたいなのがあったりするから、人が住んでた形跡はあります。ここまでだな。ちょっと無理ですね、こっから先がね。ダメです。痕跡は確認できません。ちょっと空撮しますね。中山浦。ここにもね、集落が昔あったそうですよ。中山集落跡。砂州状の集落でしょうね。痕跡はないでしょうね。ただですね、電気が通ってますからね。実はこの先にエビの養殖場があるんですよ。この道に沿ってね、集落が形成はされていたんだとは思うんですけどね。この状態なんでね、ちょっと入っていく気はしませんね。なんか痕跡でもあればいいんだけども。ゴミはいっぱいあるけど、これはまあ海から流れ着いたものなんだと思うんですよね。養殖場。さっきも池の周りに集落がね、寺家集落ですか、集落跡も池の周りにあったから、この池の周りにあったのかな。わかりませんね。全く痕跡はなし。あっと驚く痕跡でもあればよかったんですけどね。残念です。宇奈坂の村を歩く甑島編。今日はですね、中甑島から下甑島の北部を歩きました。後ろに見えているのは中甑島方面です。次回はですね、下甑島の南部を歩きます。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。